皆さんどうもこんにちは。今回はマルタ留学生が犯してしまいがちな8つの間違い行動についてご紹介いたします。一つでも当てはまっていると、マルタに来てから、それからマルタに滞在中に皆さんにとって不利に働いてしまうので、損をしてしまわないように必ず最後までご覧ください。それではまず1つ目の間違い行動をご覧ください。やっとマルタ着いた。長かったな。でもここがマルタか。さて持ってきた日本円ユーロに換金しないとな。両替所どこにあるんだろう。あれ見当たらない。どっか分かりづらい場所にあるのかな。Excuse me? Yes. Do you know where to exchange currency? There isn't anyone here. Really? There isn't any currency exchange here. Yes. Really? Yes. I have many Japanese yen. マルタに着いてからユーロに換金しようとしている方、2021年現在マルタの空港には両替所はございません。なので1セントもユーロを持っていないとバスにですら乗ることができなくて、とっても大変な目に遭ってしまいます。なので現地で換金しようと考えている方でも、ある程度は日本にいる間にユーロに換金しておきましょう。持ってきた現金もなくなってきたし、 ATM でお金を下ろすか。何これ。なんで。あなたが持っているクレジットカード、海外の ATM でも引き出せるようになっていますか？クレジットカード払いはできるけど、ATM で現金が引き出せないというトラブルに見舞われる方、留学生の方でもたまにいらっしゃいます。もしそうなってしまうと、長期留学の方は滞在中現金なしの生活になってしまうので、渡航前に必ずクレジットカード会社に確認しておくことが必要です。それから、引き出せる金額が1日最大いくらなのかというのも確認しておくといいでしょう。そろそろバス来るはずなんだけどな。あれ、そういえばお金ちょうどあったっけ。やっぱ50ユーロ1枚しかない。まあでも大丈夫か、お釣りくらいもらえるよね。バスに乗る際、スーパーの支払いを現金でする際も十分に注意が必要です。バスの運賃は1ユーロ50セント。必ず準備しておきましょう。紙幣での支払いはまず対応してもらえません。それからコインの場合も運転手がお釣りを用意してないケースが結構ございますので、小銭が出たらその都度バス代用に保管しておくというのがベストです。それからコンビニやスーパーなどでも小さな買い物で50ユーロだったりとか100ユーロを出すと断られるケースが結構あるので、日本円からユーロに変更する場合は、紙幣の中でも小さな金額の10ユーロだったりとか20ユーロを多めに準備しておくことをお勧めいたします。Next. はい。Here. Thank you. Can you open the bag, please? I'm sorry, this is not permitted. 日本ではアイコスを利用されている方がたくさんいらっしゃるかと思います。留学中も吸えるようにと持ってくる方がいらっしゃいますが、アイコスを含む加熱式タバコの持ち込みは現在マルタでは禁止されています。知らずに持ってきてしまうと空港で没収されてしまうので十分にお気をつけください。それから空港で没収されなかったとしてもマルタ国内での利用は禁止となっておりますので、絶対に吸わないよう利用をご控えください。
署名の欄か。そうだな。そうだ、せっかくだしこの前考えたサインを書いちゃうか。Nice signature. Thanks. I made up this signature specifically for Malta. I see. Does it match your passport? No. Why? Then it's useless. What? 日本は署名文化ではないのであまりピンときてない方もいるかと思うんですけども、本来署名は本人であることを証明するためのサインです。基本的にはパスポートにご記入された署名が、海外ではあなたを証明するサインになります。今まで書類ごとにいろいろ変えてきて、問題なかったよっていう方もいるかもしれないんですけども、今後もしかしたらトラブルの原因になるかもしれないので十分お気をつけてください。Excuse me. Yes. How may I help you? Where's the restroom? So it's over there. It's there? Okay, thank you. ヨーロッパの中でも群を抜いて治安のいい国マルタですが、だからといって安心しすぎないように、カフェで仕事や勉強など長時間滞在される際で席を立つ際は貴重品を机に残しておかないこと、貴重品管理は自己責任なので面倒くさくってもその都度カバンにしまうなど対策を忘れずにきちんといたしましょう。 Where is my phone? Can you hold this, please? Passport? Why do you need your passport? Just to be safe, you know? But you don't need to carry it everywhere. Really? Yeah. 身分証明を要求された時のためにと外出時パスポートを持ち歩く方たまにいらっしゃるんですが、その必要はございません。というよりなくしてしまうリスクが高くなるだけなので、むやみに持ち歩くことはせずに滞在先のアパートメントなどに、保管しておきましょう。留学生の方は仮に、レストランやクラブなど、身分証明を要求された際は学生証を見せればそれだけで十分なので、パスポートを持ち歩くのではなく学生証を常に携帯をしておくこと、そういうことを習慣づけておきましょう。先ほども言いましたが、治安がいい国マルタといっても絶対に安全というわけではありません。これは私自身も経験しましたが、人混みが多いと予想される場所ではスリに遭う可能性がございます。私もその被害に一度遭っており、現金350ユーロ取られた経験がございます。なので大金は絶対に持ち歩かずに、外出される際は必要最低限のお金のみ財布に入れておきましょう。いかがでしたでしょうか。ご紹介した8つの間違い行動、自分も知らないうちにやってたりとか、知らないことだったりとかございましたでしょうか。私自身もこの8つの行動のうちの1つ、実際にこっちに来てから被害に遭ったので、これからマルタにいらっしゃる方には同じ被害に遭ってほしくないっていう思いがあるので、この動画をぜひ参考にしていただければと思います。それから、日本とマルタの文化は全然違うので、自分では気づかなくても、間違った行動をマルタでしていること結構ございます。今回ご紹介した8つの間違い行動はまだまだ序の口です。
我々を通してマルタ留学に来られる方は、その他の、間違った行動、気をつけた方がいい行動だったりとか、それから、知っておいた方がいいことなど細かく、ご説明させていただいておりますので、これからマルタ留学を検討されている方はぜひ我々にご連絡いただければと思います。今回の動画いいなと思った方は、いいねボタンとそれからチャンネル登録をお願いいたします。それから、我々10月からいろんな視点から、マルタ留学、マルタの情報をお伝えしているんですけれども、マルタ留学をこれからする上でこんなこと知れたらいいなっていうことがありましたら、コメント欄にこういうことが知りたいっていうのを、お書きいただければと思います。今回はこれで以上になります。また次回お会いいたしましょう。それでは失礼いたします。バイバーイ。